は見たことありませんよ。食べられちゃったんだよ、俺の BMW。こうなってたぜ。一体何起きたんだろうか。何これ。ほらほら、ミアもあまり好きじゃないと言ってるんだけど、返さなきゃいけないよ。もう3年乗ってきたのに、一体何が起きたんでしょうか。皆さんおはようございます。スティーブ的視点のスティーブです。実験ありましてね、昨日の夜中になんかね、変な音が聞こえたんだよね。家の裏というか表だよね。変な音聞こえてて、でも半分寝てたからあんまり気にしなくて、逆に雨の音聞こえない？珍しいんですよ。雨の降るロサンゼルスはすごい珍しいんだけど、雨の音かなとあまり気にしなかったんだけれども、さっき行って確認したところ、やばいことになってます。かなりやばいことになりましたね。傘はね、最後に差したのは日本でかな。全然傘差さないアメリカです。ロサンゼルスですね。いつも雨の降る日本人にとってはこれは大したあれじゃないかもしれないけど、ほら今日朝出てきたらこうなってましたよね。泥棒かなと、誰かが車に入ろうとしたのかなと思ってできたんですけど、違いますね。おそらくほらこういうのは見たことありませんよ。48年の経験、いろいろ見てきたと、もう全て見てきたのかなと思うぐらいはね、いろいろね見てきたんだけど、こういうの見たことありませんね。何これ。食べられちゃったんだよ、俺の BMW は。ほら見てよ、これ食べられた後のプラスチックのパネルが落ちてるんだよね。で、横を見たらこうなってたぜ。すごいことになった。昨日の夜のうちに大変なことになったんだよね。ワイヤーまでも引っ張られてもない。配線もここにある、あっちにもある。一体何が起きたんでしょうか。一体何起きたんだろうか。本当に驚くほどのこと。最初はこれ泥棒かなって、もう車にね、いたずらかなんかだと思ったんだけど、どう見てもさ、いたずらなんかはね、噛まないんだろうね。車をね、食べようとしないんだよね。窓壊したり、ね、傷つけたりするのは。これはさ、やっぱりね、カリフォルニアなんですけど、ロサンゼルスの郊外に住んでるんで、郊外にもう野生動物とかいろんな動物がね、自然が多いからいるんだけど、いろいろ考えてみた結果は、ひょっとしたらな、まず考えられる動物はね、まずアライグマ、それとボブキャット、山猫マウンテンライオン、ライオンもいるんですよね。ここにマウンテンライオンもコヨテがいるんだよね。もちろんネズミとかもいるんだけど、ネズミが車に入ってきたと、下にからどっかに入ってきたと、それでコヨテかマウンテンライオンか何かが追いかけてきたと、探さなくても噛んで奥まで入ろうとした。ほら見てよ、ここからも入ろうとしたのと、爪の跡があるのと、見てここ爪の跡、へこみまであるぜ。へこんでるよ、俺の車。どんだけの力があったのか。ここまでこのプラスチックが壊せるほどのことですよ。曲げても何をしても降りないんだよ。これ完全に引っ張って、コヨテかな、アライグマ、そこまで力があるのかな。この BM あまり好きじゃないって前から言ってるんだけど、まさかね、もう返さなきゃいけないよ。これもうリース終わりなんで、もう返す車なのにこけてしまったのは、保険はそのために保険入ってるのかな。
こういうのがある。でも考えられないような事件ですね。なぜかな、なぜこうなったのかなと思うんだよね。ただおとなしく自分で止まってる車がやられるっていうのはおかしいんじゃないですか。何かの原因があったんだろう。なぜこの車だったのか、なぜここでこれが起きたのか、原因があるんじゃないかと思われますよね。考えてみたのは、動物、例えばネズミでもさ、車の中に入っていたのをコヨーテが見たとする。そのコヨーテが来て、どうしてもそのネズミか何かを食べたいと。他のネズミがいないからさ。それでとりあえず中に入っているネズミを取ろうとしたところで、こういうの噛んじゃったり食べたりしていたこともあるのかな。あり得ることなのかわかんないんだけど、とりあえずボンネットを開けてみよう。見てみないとわかんないですよね。これ何が出てくるのかな。ちょっとドキドキ怖いですね。あら、やっぱり何かがいたんじゃないですかね。ほら、これ見てください。ネズミの糞もある。ネズミの糞がある。ネズミ、この中に住んでたのは間違いないよな。いやー、なんだこれよ。俺考えてたことと合ってたのかな。やっぱりネズミがこの中にいたと。で、昨日の夜中に他の動物が来たと。ネズミ食べたくて、こっからだ。でもね、理解できないけど、これ毎日乗ってるぞ。昨日も乗って帰ってきた。ネズミもいたの？乗ってる間に。いないんだろう。昨日の夜入って、こうなってそこで動物が来たことはわかんない。とりあえずこれちょっと見てみようかな。何を食べたのかなと思う。これは何だったんだろう。ネズミが出てきたら嫌だよね。何を食べてそうなったんだろう。何の素材だったんだろう。かなり入ってるよね。これはこの蓋じゃなくて何かがあったのかな、ここに。それかこのカバーの下にまだいるのかな、ネズミがね。いないといいけど。なんだこれ、何なんだろう。いるかな。何を食べてこれを作ったのか。フィルター？何なんでしょう。さらに不思議になりましたね。気になります。何なんでしょう。どこまでネズミかなんかダメージを起こしたのかはわかりません。この後はどうしよう。板金や保険やなどめんどくさいよな。ちょうどもう3年乗ってきたのに、最後の1週間2週間でこうなってしまったの。腹立つんだよね。残念ですが仕方ないですね。